UER。大丈夫？よくも私を殴ったな。ジングヤンお姉さん、親友はまだ若くて分かってないの。彼女と真剣に争わないで。私はお前の父親と争う。オモトング。あなた。やっぱり病気が治ってない。誰か、この狂人を外に連れ出せ。忘れるな。精神障害者殺人は罪にならないんだよ、お前ら。試してみるか？ジンミン、お腹がすごく痛いよ。シュンチングやん。妊娠中の女性に手を挙げるなんてよくも。堂々と妊娠中の愛人を家に連れてくるからだろ。これは天の道を代行してるだけさ。シュンチングやん。実家に見放されたお前を俺がまだ養ってやってる。これこそ天が与えた幸運だ。そうだよ、デブでブスで、卵すら産めないくせに。樫塚の奥さんの座を占めて、うちを絶やそうってのか。元の身体の肥満と不妊は薬のせいだった。目の前のこの家族たちが関係してるに違いない。人を害しておいて、まだ私を PUA しようってのか。オモトングはただ、うちで出産を待ってるだけだ。追い出すわけじゃない。来たからには、もう返すな。お前、料理の腕はいいから、いろいろ工夫して。オモトングに栄養食を作ってやれ。どうせ家でブラブラしてるだけなんだし。栄養食なんてない。乱闘飯なら4人前用意できるけどね。おい、丁寧に話してやってるのに、つけ上がるなよ。これは樫塚に残るチャンスをやろうとしてるんだ。ジンミン。目を覚まさせる、当然の義務だ。シュンチングやん。オモトングに嫉妬しただけで。俺を殴るなんて、離婚するのが怖くないのか。いいよ、じゃあ離婚しよう。今すぐに離婚しよう。彼女は今までこんな冷たい目で私を見たことない。まさか。これも私の注意を引くための、新しい手なのか。20億くれたら、すぐ離婚届にサインする。20億？お前にふさわしいか？に一つで出ていかせないだけでも。うちの人民の情けの限りだ。それなのにまだダメと要求するのか。大病式を広げるつもりかよ。シュンチングやん、お前が図に乗ってるのは、あさってのおばあちゃんの誕生パーティーで彼女がお前をかばうって思ってるからだろう。言っておくが、私はこういう、わざと遠ざけて近づける手口が一番嫌いなんだ。おばあちゃん、元の記憶の中で唯一彼女に優しくしてくれた人。江代最大の役所、雲氏の一人娘、彼女の手には、江南の全役所を動かせる人物がある、彼女さえ手に入れば、富豪ランキングナンバー1に返り咲くのも時間の問題だ。離婚慰謝料なんて大したことない。この結婚はまだ終わらせられない。おばあちゃんに合わせて。結局、私から離れられないんだな。オモトングは今、医学界の博士、シロ。私のために長年隠れていたのに、今出てきて彼女の面倒を見るなんて。あなたにとっては天の恵みだよ。シロ？彼女がシロっていうの？私のペンダントがなんと彼女の手に。ひよ姉さん。影明の役に立たないなら、せめて。私が代わりに何か分担させて。わかってくれるよね？書道はね、あなた天才博士なのに。彼女はただの頭のない焼きもち焼きだよ。理解できるわけないじゃん。そうだよ。書道は資産1000億円だよ。彼女があなたを嫌ってないのに、あなたが彼女を嫌うなんて。よし、いいわよ。彼女を持ち上げたいなら、もっと高く持ち上げなさい。あなたたちが、木の棒を真珠と間違えたことに気づいたとき、どれだけ後悔するか見てみたいわ。白でも黒でも構わない。誰が来ても同じだ。彼女の面倒を見るのは構わないが、医療チーム、安泰食材。これらを全部合わせると1億円はかかる。少なくとも8000万円はかかるだろう。口先だけで、私に出費と労力を要求するなんて、そんな都合のいい話があるわけない。値段まで事前に調べたんだね。やっぱり、離婚は嘘で、私のために何でもしてくれるって本音なんだね。ああ、影明。8000万円、このお金を持って。早く女童の面倒を見てあげて。彼女とお腹の子供の。
8000万円じゃ、私泊の浪費には足りないよ。お金は渡した。今日から、女道の生活はすべてあなたが責任を持って。よこしなさい。影明。わあ。女道前のお腹には、貸塚の金の孫がいるんだから、何でも。もちろん最高のものを使わなきゃ。橋津社長。このわずかなお金さえ惜しむんじゃないでしょうね。お金をもらったらおとなしくして。今すぐ、買い物に行きなさい。はい、今すぐ行きます。やっぱり彼女の離婚は脅しだったんだ。雷は大きいが雨は小さい。やっぱりあのダメなやつだ。腰抜け。一度叩かれてまだ学ばないなら、叩かれたのが、まだ痛くないってことだ。低血糖の発作が出た。何をする気だ。私の腰が。大丈夫。息が苦しい、おばさん、人友。シュンチングやん。わざと押しつぶそうとしたの？あらまあ。また少しクラッときた。あら、おもとんぐちゃん。気をつけて。おもとんぐ。先生、赤ちゃんは？妊婦が驚いて。大事ないよ、胎児も健康だ。運が良かったね。私の大事な銀尊に少しでも。何かあったら、命一つじゃ足りないよ人民。赤ちゃん、私たちの赤ちゃんは？大丈夫、赤ちゃんは無事だ。これ超音波写真、胎児の指標。妊娠16週、胎児心拍数148、大王径 3.7。大腿骨長 2.1、各指標はすべて。正常範囲の上限、栄養過多。妊婦は糖分を控えて。この女、いつこんなに詳しくなった？もっと面白いのは、胎児の尾骨発達が明らかに。眉球がやや突出、肌色遺伝子、濃い色素沈着傾向。風社長、あなたにアフリカの血が入ってたなんて知らなかったわ。シングヤン姉さん、自分が産めないからって。私に汚名を着せないでよ。もういいシュンチングや。オモトングを気絶させただけじゃ足りなくて。こんなデタラメで彼女を陥れるの？言っておくけど、オモトングが妊娠してるのは、私たち風花の金尊だ、あさって。おばあちゃんの誕生日会、彼女も出席するんだ。今頃騒ぎを起こして何を企んでるの？じゃあラーギジに育ててね。金尊が国尊にならないように。あなた、オモトング姉さんが産めるのが羨ましいんでしょ。はいはい、もう言わない。そうだ、栄養食はちゃんと作るよ。だって私も楽しみにしてるから。オモトングちゃんが産む赤ちゃんが、どれだけ風花に似てるか。人民兄さん、彼女わざと怒らせてるの。私に料理させようだって？甘いわ、このお金。もちろん昨夜の不満の代償よ。泥棒だ。泥棒。開いた。この弱い体、少し走っただけでこんなに疲れる。小僧、余計な世話だ。行くぞ。ミューロングチェ。耳がどうして赤いの？
さっきなんて読んだ。ムーロン様。今読んだのはムーロンチェ。江城全体で。フルネームで呼ぶ勇気があるのは。たった一人。お前は誰だ？しまった。フルネームで読んだだけだし、昔はよく読んでたのに。まさかここまで恨まれてるの？話し方が似てる人まで。捕まえて恥ずかしめようとするなんてダメダメ。今の私はリソースも人脈もない捨てられた令状。彼に正面から対抗なんてできない。お嬢さん、行く？聞き間違いです、ムーロン様。用事があるので失礼します。さようなら。お嬢様。運転手さん、急いで。金張り締結、バイジーの秘伝。どうして見知らぬ人に伝えた？この体、動かすと10キロ走ったみたい。早く解毒して体重を減らさないと歩くのも大変。紳士薬業を息子に任せてほったらかしにしてる。安い親父じゃん。再起の場に困ってたのに。リソースが自らやってきた。新人や、また人民と何か揉めてるの？言っとくけど、樫塚は今うちの鎮家の最重要パートナーだから変なことして、家の商売に影響させないで。問題ない。それでこそ。じゃあ、ちぐさ銅を私にください。何？今は一分なしだし、もし衝動的に、風神民と離婚して、財産分与もされなかったら、鎮家にとって何のメリットもない。ちぐさ銅を私に任せてくれれば、離婚裁判なんて、考える気もなくなる。ちぐさ銅は人敗の手で。5年連続赤字、取締役会も不満だらけ。この厄介者を彼女に押し付けるのにちょうどいい。もしちぐさ銅をさらに悪化させたら、後で彼女が取り戻そうとする。おじいさんが残した遺産を、もっと理由をつけて断れる。よし、欲しいなら試させてもいい。ただし、もらったらおとなしくして、離婚なんて考えないで。弟と加算を争うような邪な考えも持たないで。安心して、私は約束を一番重んじる人間だから。ちぐさ銅、あの二世祖の弟に。めちゃくちゃにされちゃったけど、まあ、既存の枠組みと生産資格はあるから、これを再生させれば。江城で地盤を固める第一の足がかりになるわ。お嬢様、どこへ行くんですか？元の主は長い間、気持ちが塞ぎ込んで、体内に毒素が溜まっていたの。気分をリラックスさせるなら、やっぱり、拠点国際へ行くわ。彼女、まだ戻ってこないの？もうこんな時間なのに。彼女、わざとブズブズして、戻ってきて世話をしたくないんだと思うわ。人民。シングヤン姉さん、まさか。金を持って逃げたんじゃないでしょうね。ありえない。これまで何年も。私が東といえば、彼女は西へなんて行けなかったんだから。それに彼女、江城に頼れる人もいないし。私に逆らうなんてありえないわ。ほらね。彼女、ただ動作が少し遅いだけよ。ほら。食材も買ってきたじゃない。チュンチングヤンが私のカードで、ナイトクラブで100万使ったのよ。100万？彼女、あんな場所で ?100 万も使ったの？まったく、天を逆さまにする気かしら。お兄さん、彼女、私たち貸し家をまるで眼中にないのよ。人民。もしかして、ジングヤン姉さん、腹に一物あって。一時の迷いだったのかもしれないわ。結婚して5年、私の気を引くこんな小細工。何度も使ってきたじゃない。結局私に彼女を探しに行かせたいだけ。存在感を示したいのよ。幼稚ね。もしもし、シュンチングヤン。10分あげる。10分で家の前に現れなかったら。これから樫塚の門には、二度と足を踏み入れさせないから。10分？そんなに長くかからないわ。ほらね、ちょっと圧力をかけるとすぐ弱気になる。しばらくしたら。玄関先で、哀れっぽく謝ってるに違いないわ。お兄さん、早くドアを開けて、彼女がどう謝るか。見てみたいわ、人民お兄さん。ジングヤン姉さん、もう間違いに気づいたんだし。これ以上彼女を困らせないでよ。
彼女のために取りなしてくれた分、彼女を許してあげる。私たちに土下座して謝ればね。この件は、水に流してあげるわ。シュンチングヤン、あなたがひざまずいて謝れば、ドアを開けてあげる。サプライズ。お兄さんたち、早く入って、今夜は、家でパーティーを開くのよ。いいよ。へへへ。鎮静園。うん。青江がね、これが、安っぽい旦那様？うん。ああ、痩せてて小鳥みたい。どうやって姉を喜ばせるの？うん。鎮静園。何してるの？おかしいよ。10分で戻ると言ったじゃない。100万使って、これだけじゃもったいない。ちょうどいい、家で賑やかにしよう。倹約家ね、あなたが教えてくれたでしょ。うん。カシズさん、奥様は本当にやりくり上手ですね。カシズさん、ごちそうさま。全員出て行け。そんなに怒るなよ。行こう、さようなら。そんな小細工で、私の気を引くつもり？子供じみてる。よく見ると、なかなかの美人だな。私の心はすでに女道のもの。君は、もう少し痩せて、もっと従順なら。うるさい。動くな。何するの？おかしいよ。話があるなら中で。汚い。どうして避けなかったの？調べてくれ。あの日、病院の前で、会ったあの女。旦那様。どんな女性でも手に入るのに、どうしてあんな女性を？行けと言ったら行け。旦那様、カシズカのご老母様の誕生祝いの招待状。断れ。でも、カシズカの若奥様は、どうやら先日、病院の前でお会いになった、あの女性のようです。じゃあ行く。旦那様、あの陳さんは既婚者です。知ってる。旦那様、カシズカの壁に穴を開けるおつもり？ああ、気持ちいい。適度な解放は効果的らしい。でも毒素は思ったより複雑だ。早く成分を特定して。解毒剤を作らなきゃ。昨日のリビングでのお泊まりはいかがでしたか？もしあなたが昨日、あんな騒ぎを起こさなければ、人民も主人の寝室を私に譲らなかったでしょうに。あなたね、これはまさに、鶏を盗もうとして米を失うってやつよ。子供も産めないデブ女が、ここで気にしていないふりをするんじゃないわ、忠告するけど。さっさと身を引いた方がいいだって愛されていない人こそが、第三者なんだから。あらちょうど心配してたのよ、このなセリフを言わないんじゃないかって。あなた何するの警告するわよ。死妊娠してるの。もしまた私を殴ろうものなら警察を呼ぶわ。殴らなくてもいいわよ、5000万円くれれば。一応あなたを見逃してあげることを考えてもいいわ。5000万円？シュンチングやん。頭おかしくなったんじゃないの？忠告するけど。さっさと身を引いた方がいい。だって愛されていない人こそが第三者なんだから。私が貧乏かどうかはわからないけどでも私は知ってるわ。あなたが今回の誕生祝いでおばあ様の機嫌を取ろうとしてるって。もしおばあ様がこの話を聞いたらどう思う？
まだ貸し塚の門をくぐれると思う？あなた録音してたの？ WeChat？ それともアリペイ？アリペイに入金5000万円。ありがとうね、ハさん。お金は払ったわ、録音は返してくれるわね。さっきは見逃すって言っただけで返すとは言ってないわよ。こんな素晴らしい名言私はきっと取っておいて繰り返し楽しむわ。頭がすっきりするから。私をからかったのね。あら。オモトングガラマは私の大切な金の孫よ。大丈夫？ジンミン。さっきはただお姉さんに昨日の二日酔いの後、体の調子はどうか？引こうとしただけなのに彼女が私を押したの。お腹の子供に何かあっては困るわ。シュンチングやん。どうしてそんなに悪辣なの？こんな下手な演技あなたも信じるの？この目で見たんだ嘘なわけないでしょ。どうやらこの家にはいたくないようだな者ども。若奥様を成功の古い屋敷に連れて行け私の許可なく、一歩も外に出ることを許さぬ。古い屋敷に行くのも全てが悪いことばかりじゃない。それから彼女をおばあ様の誕生祝いが終わるまで閉じ込めておけ。彼女にミューロングチェヨの前で恥をかかせるな。ケイユの言う通り、その時は、ジョニー、お前の代わりにおばあちゃんの祝宴に出てもらう。母養者。彼がどうしておばあちゃんの誕生日会に？母養さんはもちろん、我が息子の能力とジョの特許を高く評価して、わざわざ祝宴に来てくれたんだ。おばあちゃんは誕生日会で、彼女の守礼を後継者に伝えるつもりで、その時は名士が集まる。兄のそばにいる女は当然場を盛り上げられるものでなければ、お前はおとなしく屋敷にいて、外で恥をかくな。連れて行け。守礼を伝える？じゃあこの誕生日会、絶対に行かなくちゃ。表面は、普通の子宮温め妊娠促進処方に見えるが、しがしの量は通常の3倍。妊娠補助処方に本来入れるべきではない。点線糖まで加えている。青ツバメ。これはお母さんが特別にあなたのために調合した妊娠補助処方よ。体にいいから、これから毎日煮出して飲ませる。早く貸しず家に、ぽっちゃり赤ちゃんを産ませてね。さあ飲みなさい。これは妊娠補助じゃない、不妊処方だ。長期間服用すると、妊娠しにくくなるだけでなく、食欲亢進や情緒不安定を引き起こす。道理で元の持ち主が過食症だと布告されたわけだ。かしず慶明、あなたは本当にひどい手を使う。5日後、かしずおばあさんの誕生日会は彼らの仮面を剥がす最高の舞台。私は行くだけじゃなく、華やかに行って彼らの顔を思い切り叩きつぶす。5日で45キロに戻る。薬草を積めば痩せて綺麗になれる？まるで、自分が何か名医だと思ってるみたい。つまり、これまでずっと。毎日ダイエットだのと騒いで、食事制限や第三、唐辛子クリーム塗り、一度も成功したことない。ああ、おばあさんは対面を一番重んじる。この体型じゃ、仮に誕生日会に出られたとしても、おばあさんが見たら、きっと避けて通るだろう。まずこの清濁丸で代謝経路を疎通させ、運動で循環を加速、薬糖と芯で、残った毒素を体外に追い出す。5日なら間に合う。
若奥様はずっと運動して痩せると言ってます。ご老婦人の誕生日会に行くためだそうです。こんな短い期間で痩せられるわけない。夢物語だ。無駄な努力はやめろと伝えろ。おばあさんの誕生日会は名士が多い。私が求める対面を彼女は与えられない。しっかり見張っておけ。疲れたからお風呂に入るはこの場所に。老婦人整備祝いの贈り物を届けて人を手配して。ちゃんと宴会に送り届けて。ついでに前に予約したドレスも取ってきて。若奥様そのドレスは XS サイズですよ。行けって言ったら行きなさい。今夜最後の治療が終われば、完全に痩せられるの。本当に最小サイズのドレスだわ。若奥様はまさか。刺激を受けすぎたんじゃないかしら。この服は肩掛けに。するにも小さいわ。そうよね。あの体型で。どうして着られるのこの服で宴会に参加するなんて。着ている途中で服が破れちゃうんじゃないかしら。今でも私が着られないと思う？カシズ氏グループを総内容真珠一生を送る。終始グループ集創造翡翠如意一振り。周相をそうお気遣いありがとう。さあどうぞお入りください。貸付若奥様春鎮具や。白玉無料呪物仏像一体を送る。この女閉じ込められてるのにまだ老婦人に取り入ろうとしてる。ミューロング家の車列だ。さすがはおばあ様のお席からまで来たのね。須田ミューロング先生にお会いするのは一度も難しいのに。今日はみんなに会えちゃった。ミューロング先生、おばあさんの誕生日会にご合流いただいて。本当に光栄。まあ噂以上に素敵。私を見たみたい。私は貸塚の当主なのに。彼は私すら見ようともしない。兄さんそう言わないでミューロング先生。みたいな人物が少し傲慢でもいいじゃない。それに彼は独身だって聞いたわ。もういい。夢中になるのはやめて。おばあ様の誕生日会なんだから。節度をわきまえていきましょう。ご長寿とご多幸をお祈りいたします。ご健康と長寿をお祈りします、おばあ様。末永くお幸せに鶴は千年亀は万年。これは、私が心を込めて選んだ養子玉のブレスレットです。ほんの気持ちです。これが孫嫁からの贈り物なら、喜んで受け取るのに。でもあなたと私は赤の他人こんな高価な贈り物。私は自分の孫嫁が送ってくれるのを待つわおばあ様。私は人民チングヤンは戻ってきてからしばらく経つけど彼女見かけないわ。おばあ様オモトングも善意で言ってるんです。青ツバメ、チングヤンのことですが、こんにちは。こういう場にはふさわしくないんです。貸塚のご隠居様の誕生祝いなのに、当主の妻が不在なんて、あまりにも体裁が悪いでしょ何が言いたいの？おばあ様。ご存知ないでしょうが。あの主人公はね、最近すごい仕事が上がってるんです。この前、オモトングさんに手を挙げたこともあるんですよ。私たち、ただ心配で。縁でトラブルを起こすんじゃないかと。だから郊外の古い家に。西洋に行かせたんです。ありえない。昔、私が病気の時、ジングヤンは寝る間も惜しんで。3日3晩も看病してくれた心優しい子が、むやみに人を傷つけるなんてありえない。う。おばあ様。今日は変わるんです。もういい。みんなが口々に、ジングヤンが変わったというなら、私はこの目で、どう変わったのか確かめたい誰か。すぐにジングヤンを連れてこい。彼女に直接聞く彼女の問題なのか、それとも誰かが、仕組んだことなのか。でもおばあ様。ジングヤンはこの5年で本当に大きく変わったんです。ここに来て、あなたの気分を害するのが心配で。そうです。ご隠居様最近のジングヤンさんは、何か刺激を受けたのか、性格が一変して、暴飲暴食、今の体型も顔つきも、以前とはまるで別人なんです。そうですよ。お母さん私たちが着させないんじゃなくて、もう、彼女がどんなありさまかわからないんです。今日は大勢の前です。みんなに見せたら。貸塚の若奥様があんな代物だなんて、笑い物になるじゃありませんか。太ろうが痩せようが、彼女は貸付の嫁。このばあさんが気に入ったのは中身、見かけじゃない。行け。連れてこい。春チングヤン。
おとなしくしてろ。出てくるな。ご隠居様、迎えに行かなくても若奥様は、もう到着しています。春鎮具や。わざわざ恥をかきに来たの？私の顔を潰す気？クソばあさん。あのデブをわざわざ呼びつけて。恥ずかしい限りだわ。まあいいけど。彼女が恥をかけばかくほど。おばあ様は彼女を嫌うでしょう。これは。驚くだろうと思ってたわ。貸塚の若奥様としておばあ様の誕生日会。私が欠席するわけないでしょう。これ。あらこれが貸図家の太っててブスの若奥様？貸図社長控えめすぎじゃない？社長はきっと、隠し玉にしたいんでしょこんな絶世の美女なら。私だって外に連れ出したくないわ。あの人だ。たった数日でここまで。生まれ変わることができるなんて。オモトング姉、私の目がおかしい。100キロ超のデブ女よ。顔は確かに痩せたけど。顔立ちは春鎮具やんそのもの。たった5日でどうしてこんなに痩せたの？急にこんなに綺麗になったなんてこのスタイルこの気品。5年前に初めて会った時だって、こんなに輝いてなかったわ。絶対わざとよ。こんなに綺麗になって目立つように現れて。私の出し物を邪魔するつもりなの？オモトング心配しないで。おばあ様が。どんなに彼女を気に入っても私の心ではあなたが認めた。たった一人の嫁なんだから。でもチングヤン姉がこんなに綺麗じゃ。私どうやって勝てるのよ。勝てないわけないでしょ。忘れたの？彼女がおばあ様に何を送るかって。おばあ様。ジングヤンがお祝いに参りました。末永くお健やかでいつまでも今日のような幸せな日々が続きますように。さあさあいい子だ。おばあ様によく見せてごらん。痩せたね。もっと綺麗になった。でもこの目は。相変わらず住んでる。いいよかった。チングやんまさか。こんな大きなサプライズを用意してくれるなんて。サプライズ？兄さん忘れたの？うちのオモトング姉はわざわざ。陽子玉のブレスレットを用意したのよ。市場には出回らない貴重品。あれこそ本当のサプライズよ。親友。贈り物は気持ちが大ごとよ。チングやんお姉さん。今日こんなに着飾ってきたんだから贈り物もきっと。心を込めて準備して私たちを驚かせてくれるんでしょ？その通りだわ。春鎮具やん。貸付の長男の嫁としておばあ様の80歳の誕生日に、きっと何か素晴らしい贈り物を準備してるんでしょ？そんなに急いで私に贈り物を促すなんて。きっと何か企んでるわね。見てやろう。どんな罠を仕掛けてきたのか。者ども、若奥様が用意された贈り物を持って参れ。ここにいるみんなで、じっくりと拝見させてもらおう。気をつばめよ。あれらは所詮心外のものだよ。何を贈っても、おばあちゃんは喜ぶよ。ご老母様、これが奥様がご用意なさったご長寿の祝いの品でございます。わあ、この彫りの技、この手法、これは長年生を忍んでいた。龍大師の傑作ですね。これは滅多に手に入りません。それどころか、この素材は絶世の珍品、陽子刀です。100年に一度も出会えない一品、本当に市場に出回らない宝です。お嬢様のその腕輪も、まあまあではありますが、この仏像と比べれば、比べるべくもありません。陳お嬢様は本当にお孝行ですね。気をつばめ。ここまで心を込めて準備してくれるとは、この贈り物。おばあちゃん、きっと気に入るわ。気に入ったよ。この贈り物は本当に心に染みる。清燕の娘よ、気遣いが嬉しいよ。ちょうどいい。お前がこの仏像を送ってくれたから、ばあちゃんが運指の玉礼を贈ろう。何？おばあちゃん、どうして守礼を彼女に渡すんですか？何が悪い？今日のすべての贈り物の中で、この仏像だけが一番私を喜ばせてくれた。人生つばめ。これはどういうつもりだ？今日はおばあちゃんの大豆の日だぞ。よくもこんなものを送って、彼女を呪う気か？仏像が血を流す。これは大凶の前兆だ。長寿の縁でこんなことが、これはもしかして天の意志か？何かを暗示しているのか？だから彼女は厄介者だと言っただろう。出てきたらすぐにこんな騒動を起こす。彼女、急にこんなに痩せた。何かに取り憑かれたんじゃないか。ご老母様は半生を精進と念仏に捧げてこられました。この玉仏は、まさに彼女の心にぴったりです。この人生つばめ、本人さえ来られないのに、主役の座を奪おうとは、
書道、安心しろ、私がいる。彼女が大した波風を立てられるわけがない。お母様は一生精進と念仏に捧げてられた。このような不吉なものを最も忌み嫌う。これでどうやって彼女の関心を買うつもりだ？お母様、この立派な仏像があなたの誕生祝いの縁で、血の涙を流すなんて、これは何らかの必要ではありませんよ。私が言わせてもらえば、あの守衛はもう一度よく考えた方がいい。もし彼女、神聖燕の手に渡ったら、かしずかの数百年の基盤は一瞬にして崩れ去ってしまう。そうです、ご老母様、お義母様のおっしゃる通りです。これはきっと、お釈迦様も見かねて。お姿を現して警告なさっているのです。この地の涙は、絵の具で作られたものだ。誰かが倉庫にあった時点で、すでに細工をしていたということだ。この倉庫を管理している者は、お前じゃないのか、姑？何をでたらめ言ってるの？私に濡れ衣を着せようとして。証拠はあるの？この仏像の中には私が特別に作った安心香が入っているの。一度付着したら3日間消えない今すぐ。特別訓練を受けた犬を1匹連れてくれば、すべてが明らかになるわ。誰か扉を開けて犬を入れなさい。いけいけ。お祖母様、私です。私が若奥様が気に入らなくて。仏像に細工をしたんです、しゅうちゃん。私はあなたが大きくなるのを見てきたのに、どうしてこんなことをするの？清水。これはあなたの実家の人よ。お祖母様すべて嫁の私の。使用人の監督不行き届きです。嫁には罪があります。監督不行き届きなら。宴会が終わったら自動でひざまずいていなさい。あなたの監督する使用人の罰を代わりに受けるのよ。夜明けまで立ち上がってはいけません。嫁謹んでお受けします。この仏像は、私に5000万もかかったのよ。お義母様が調教した人ならお義母様はどう思う？このお金は誰に返してもらえばいいの？私の人なら。私が代わりに返します。本当に良かったわ。お義母様本当に道理をわきまえていらっしゃる。お祖母様、明らかに彼女がこの不吉なものをここに持ってきたのになぜママだけ罰せられて彼女は罰せられないの？確かに、その通りね。今日お祖母様は本当に驚かれたわ。お詫びの気持ちを込めてお祖母様に、2つ目の誕生日プレゼントをお送りしたいと思います。かしずかの若奥様男性モデルを呼んで長寿を祝わせているの？チンキヨカオ。何をしているの？早く止めさせなさい。何？もっと近づかせて。皆さんはっきり聞こえましたか？もっと近づいてじゃないとお祖母様はあなたたちが見えないわ。お祖母様、お祖母様大丈夫ですか？新規よ顔。あなたは男性モデルの群れを連れて帰ってお祖母様にストリップを見せるの？見てごらん、お祖母様はあなたにどんなに怒っているか。私はお祖母様がとても楽しそうに見えましたけど、お祖母は裏所持料理を食べることを分かっているのに。どうしてこんなものが好きなの？早く全員を追い出しなさい。とんでもない。刺激は十分、あとは最後の一手だけ。白の飛信術、まさか彼女は。お祖母様。清川ね、あなたはお祖母様をこんなに怒らせて。一体何のつもり？誰かこの狂った女を捕まえて連れ戻しなさい。精神病院に送り返して。
よくも逃げるな。逃げるどころか、もっと酒を浴びせてやる。反逆だ。全員かかれ。3、2、全員手を止めろ。おばあちゃん、あなた立てたの？おばあちゃん、これが私からの3つ目のプレゼントです。あなたに立ち上がってほしい。この賑やかな世界を自分の目で見てほしい。好きですか？好き、大好きよ。この字を吐き出してこんなに気持ちがいいのは初めてだ。ああ、わかった。若奥様があの男たちを呼んだのは、邪魔じゃなくておばあ様を刺激するためだったんだ。おばあ様は足腰が弱く、長年の血行不良で、血血を巡らせなければ経絡が通らない。あの若者たちが踊ると、おばあ様が興奮して血血が上昇し、ちょうど若奥様が芯を打つタイミングになった。見事だ。シンさんの医術は素晴らしい。いい子だ。私のこの老いぼれ骨のため、本当に苦心したね。でも、お母さん。彼女があんな奴らを連れてきて、祝宴をめちゃくちゃにしたのは事実です。これが外に漏れたら、樫塚は江城でどうやってやっていくんですか？そうです、おばあちゃん。あなたが修行から戻ったばかりなのに、彼女は、大勢の男を連れ込んで、あなたの修行の邪魔をした。これはあなたへの大不敬です。そう、大不敬です。何その目つき？これでも大きくない？精悍じゃない？あの子が選んだ若者は、みんなしっかりしてる。あの子よ、おばあちゃんはこの年まで生きてきて、今日初めてこんな美しい景色を見た。この大半生、無駄に生きてきたよ。おばあちゃん、もっと楽しいことがありますよ。私があなたを連れて彼らと踊りに行きましょうか。よしよし、この老いぼれ骨。今日は思い切り付き合ってやる。3つのプレゼントすべてがおばあ様の心を掴んだ。それに、総自慢から余分に金を巻き上げた。この祝宴、来た甲斐があった。母用鉄。シンさん、歯ごたえいいですね。母用さん、ここで私を待ち伏せて何の用？私が何をしたいと思う？彼、私を口説いてる。人妻が好きなんだ。道理で以前、私がどうからかっても相手にしてくれなかった。こんなに慣れた壁ドンの姿勢。多くの女の子にアプローチしたことがあるようだ。母用さん、あなたは、私の夫を奪おうってわけ？そうだとしたらどうだ？シンさん、私、すごく気になるんだ。一人の人間が。数日でこんなに痩せられるなんて。この世の中には、そんなに不思議なことがあるの？世の中広いんだ。何でもありさ。じゃあ聞くけど、知ってる？シロって人。彼女に似てるよ。彼、私だと気づいたんだ。ここで待ち伏せして。もしかして、私に復讐しようとしてるんじゃないの？ムーロンさん、ナンパの仕方、古臭いね。そう。じゃあ、別の方法で。これならどムーロンさん。人前で既婚女性をからかって、誰かに見られても平気なの？それこそスリリングじゃないか。我慢するなよ。我慢なんてするもんか。人生は楽しまなきゃ。彼が復讐したかったら、させてやればいい。チンキヨカオ。さっきは見間違いだった。兄さん、何見てるの？おばあちゃんがケーキ切るよ。早く行こう。
避難作戦、やっぱり効果あるね。みんなも私みたいに気ままに、楽しく生きてほしい。おばあちゃん、お誕生日おめでとうございます。お幸せとご長寿を。おばあちゃんの大誕生日にご一緒できて光栄です。あなたたち、本当に口がうまいね。今日は本当にありがとう。これはおばあちゃんからのほんの気持ち。お茶代にどうぞ。500万。おばあちゃん、多すぎます。多くないよ。あなたたちは今日の私が立ち上がれた薬の種なんだ。いくらでも足りない。それに、こんなにたくましい体格なら、この値段は妥当だよ。ひよ顔。今日はおばあちゃんに3つの大プレゼントをくれたね。どれも驚かせてくれた。だから、私もあなたにいくつかお返しをしなきゃ。分子の指令は女にしか伝わらない。今日、正式にあなたに授ける。あなたを選んだのは、あなたの身分のせいじゃない。あなたという人、あなたの心ね、あなたの才能が気に入ったから。私への真心に値する。おばあちゃん、この死に損ないのばあさん、本当に見る目がない、おばあちゃん。本当にいいの？この玉ねぎは、百科の称号に。命令を出せるんだよ。すごく重要なものなのに、どうして簡単に。新清顔に渡すの？清顔が死んで私の足の病気を治してくれた。それでも資格が足りないの？彼女はただの主婦だよ。医学なんてわかるわけない。さっきはたまたまうまくいっただけかも。私たちの人の姉は違うよ。あの子は医学の天才で、うちで歯。医学顧問を務めているんだから、上利的にも。あの玉ねぎは彼女に渡すべきだよ。今は必要ないって誰が言った？今こそちぐさ堂の名実ともにふさわしい継承者として、これらの薬剤のルートがどうしても必要なんだ。シングヤン、本当なの？おばあちゃん、もう決心したの。自分でちぐさ堂を再建するって。これからは誰にも頼らず生きていく。いい子だね。おばあちゃんはあなたがきっと成功すると信じてる。陳さん、私は再生堂の王です。あなたの医療技術は本当に素晴らしいですね。ぜひ機会があれば、ちぐさ堂と提携させてください。うちの会社は、あなたのような人材がどうしても必要なんです。王さん、先を越さないでよ、陳さん。私は健楽医学のりです。私も提携したいんです。どんな条件でもお受けします。陳総、私は医薬品卸売をしています。今後、供給源でお互いに協力できますよ。皆さん、ありがとうございます。ご褒めいただき。ダイエット、医学を学び、ちぐさ堂を引き継ぐ、私を満足させるために、私の事業を助ける、彼女はこんなにたくさんのことをしてくれた。私のことをこんなに考えてくれているなら、これからは彼女にもっと優しくしよう。陳民。シングヤン姉さんに経営なんてわかるはずない。指令を彼女の手に任せたら、きっと問題が起きる。運河の指令は、女にしか伝わらない。でも、彼女が資源を無駄遣いするのを見ているわけにはいかない。万が一彼女が発作を起こしたら、私たちは何もなくなってしまう。やっぱりオモトングは考えが周到だね。彼女があんなに多くの人脈を引き寄せてくれたなら、夫婦の共同財産を管理するのは当然だ。チングヤン。今日はお疲れ様。私のためにこんなにやってくれて。今日のことはもういいよ。今夜は家に帰ってきて。それに、あなたは今ちぐさ堂を。運河の礼拝も持っている。これらを全部私に任せて、一緒に管理しよう。そうすればあなたもオモトングの世話に専念できる。あなたを冷遇したりしないから。任せる？そうだよ、女のくせに何がわかるって言うんだ。ちぐさ堂も運家の礼拝も俺に任せろ。一緒に管理してやる。そうすれば菓子塚の商売も、もっと発展できる。これこそあなたが望んでいたことじゃないか。ちぐさ堂は私のもの。そんなこと考えないで。あなたのものは結局私たち貸し図家のものだわ。新清香を忘れないで。あなたはまだ影明の妻なのよ。あなたのお金も当然。半分は影明のもの。商売のこともわからないくせに、おばあちゃんの印鑑を握りしめて。何がしたいの？あなたの役目は夫を支え子を育てること。私たち家の子孫を増やして、たくさん子供を産むこと。私は産めない。産むつもりもない。ひよ顔、それはどういう意味？おばあちゃん、まだご存じないでしょ？あなたの素晴らしいお孫さんが私に5年間薬を飲ませ続けて、私を子供を産めない廃人にしてしまったんです。
この薬を長期間服用すると不妊になるだけでなく、食欲が異常に更新し、情緒不安定になります。カシズ慶明はまさに、これらの副作用を利用して私を精神病院に入れようとしていた。自生自滅させようと。新規ヨカオ、あなた自身が子供を産めないくせに、影明にどんな汚名を着せようというの？あなたが病気なのは、あなたが不幸せで、うつ状態だから。私たちもあなたを気の毒に思って。治療に連れて行ってあげたからです。この薬を長期間使うと、確かに妊娠しにくくなります。そして引き起こす。体内ホルモンの乱れ、ひどい場合は、命の危険もあります。この貸塚は、陳さんの育児を断とうとしているのか。陳清香を。騒ぎはもう十分だろう。私が騒いでる？それなら何人かの高名な老獣医を呼んで、さっきの処方箋を見てもらいましょう。私がでっち上げたのか。それとも貸し付けの人々が打活の心を持っているのか。でたらめを言い続けたら、息子に。いいえ。私があなたの息子と離縁する。この時代遅れ。陳清香を勘違いしないで。離婚できないと思っているのか、離婚後に行き場がなくて。かわいそうだからこそ、ここ何年もあなたを引き取っていたんだ。もうすぐ貸し付けの新薬発表会、こんなに騒ぎ続けたら。株価が大暴落、あなたに何の得がある？本当にこの取引がまだ続けられるとでも思っているのか。終わった。急いで貸し寿司グループの株を売り払え。大変なことになった。貸し寿司グループ総裁貸津影明。結婚中に不倫、貸し寿司グループ株価急落。貸津社長、大変です。会社の株価が取引開始と同時に、ストップ安です。それに取引先も、一斉に連絡してきて、新薬の開発と、発表会の予備法にするときなら、外がうまくいくそうです。なんて言った？おばあちゃん、お母さん。さあ、皆さん散らばってください。治療の邪魔をしないで。私のおばあちゃんの治療を。行きましょう。おばあちゃん。みんな帰っちゃったよ。まだ起きないの？すまないね、孫よ。おばあちゃんはわざと気を失ったふりをしたんだ。お前のためを思わないわけじゃない。ただ、この騒ぎを早く終わらせたかったんだ。おばあちゃんの気持ちを分かってほしい。この目で、貸し寿司が崩れるのを見るわけにはいかないんだ。大丈夫。私も結局、おばあちゃんの誕生日パーティーを利用して、この件を公表したんだから。これでチャラだね。長いまからい思いをさせてしまったね、孫よ。人民が仕事を片付けて、家に帰ったら、必ず厳しく叱ってやる。彼、まだここにいるの？それにこの怨念たっぷりの様子で。私にくっついて、一体何がしたいの？ニューロングチェ、何してるの？さっきできなかったことを続けるだけさ。話してよ。私が人にちょっかいを出すことはあっても。人にちょっかいを出されるなんてありえない。昔は、よく私にちょっかい出してたじゃない。ニューロングチェ。なかなかいいスタイルしてるじゃない。どうやって私だと分かったの？一体どこで正体がバレたのかな？でも私に認めさせたってどうなるの？まさか今私が落ちぶれたのを見て仕返しでもするつもり？少しはフェアに戦ってよ。私が成功してから。また戦おうよ。ねえ、話してるのよ。結局何がしたいの？さっき私が何をしたいか聞いたよね。あいつと離婚して私と結婚しろ。
あなたたち。春人やん。よくもまあ、白昼堂踊りじと男を誘惑するわね。私が仕掛けたんだ。文句があるなら私に言え。春人具やん、あなたはよくも。ミューロングさんを誘惑するなんて。恥知らず。ミューロングさん、うちの人優は、わざとあなたを怒らせようとしたわけじゃないんです。彼女もあなたがこの、幼女に騙されるんじゃないかと心配してるだけです。私と比べると、確かに単純で、愚かで、悪いです。一目瞭然、全部顔に書いてあります。あなた。お母さん、助けて。ミューロングさん、私たち、私が間違っていました。娘を許してください。どんな条件でも。全部受け入れます。それはあなたが言ったことです。風神民と離婚したい。今すぐに。あなた。いい、離婚なら離婚だ。私たち、貸し津家はあなたなんて。卵を産まない面取りなんて。サインする。今すぐサインする。はい。それと、夫婦共有財産の半分は？どうぞ。じゃあ、ありがとう。元姑。春人具やん。はっきり言っておく。あなたはもう、私の息子と離婚したんだ。これからどんなに騒いでも。貸し塚の門をくぐるのは丁寧よ。あなたの家は今、めちゃくちゃなのに、私が戻るわけないでしょ。あなたは、その根拠のない。ニュースで私たち貸し津家を倒せると思ってるの？言っておくよ。新薬の開発は一時停止。一時的なのだ。オモトング姉さんさえいれば。誰がうちのプロジェクトを止められる？オモトングの新薬研究が成功したら。うちの人民は、億万長者だ。後悔しても遅いよ。じゃあ、あなたたちの願いが叶うよう祈るよ。行くよ。さっき宴会場で言ったこと、本当なの？嘘なの？あなたが同意すれば本当のことになる。私が死んだ後、あなたの方が賢くなったなんて。だって、あなたは当時、本当に私が好きだったようには見えなかったから。今の私が真剣に恋愛したいように見える？同じシモンの仲間なのに、どうして彼はこんなに迷っているんだ。どこへ行くの？離婚したんだ。陳さんはきっと落ち着かないだろ実家に帰って、両親に挨拶してくる。う。運転して。新生ツバメ、よくも帰ってこられたわね。間違いなければ、この家は私の祖父が、私に残してくれたものよ。どうして帰ってこられないの？嫁に行った娘は、捨てた水道税に。弟の財産に手を出すな。あなた自身が、貸し津夫人の座を捨てて離婚騒動を起こしたんだから。姉さん、悪いけど言わせて。男に女友達がいるくらい、普通じゃない？ほんと器が小さいわ。いいわ。ちょっと、何その態度？聞きなさい。あなたの姑はもう言い出したわ。これからは陳家とは取引しないって。弟の手元の大事なプロジェクトが全部ダメになった。これで満足。役立たずで足を引っ張るだけ。離婚したって。もっと良い相手が見つかると思ってるの？今更実家に居座ろうだなんて、無理よ。うちは、何でもかんでも養うゴミ箱じゃないんだから。言い得て妙ね。お前ら3人の役立たず、陳家に長居したんだ。そろそろ出て行け。この縁切り証書にサインして、祖父が私に、残してくれた財産を返しなさい。これで縁切りよ。いい夢を見てるわね。貸し付け名と離婚したせいで。うちは1年で少なくとも40億円の損害よ。この穴埋めができなきゃ、ここから出ていかせないわ。そうよ。離婚したなら、また嫁に行きなさい。あの銭って人は悪くないと思うわ。年は少し上だけど、実家に戻って。私の声をいつ言わせでしょ。いいわね。そうだ。あなたも陳家に。
長くいたんだから少しは貢献しなさい。たった40億円で私を売り飛ばそうっての？今そんな大金があるみたいな言い草ね。今は確かにない。でも数ヶ月もあれば、この数億円は取り返せるわ。鎮西ツバメ、頭おかしいんじゃない？なんで稼ぐの？ちぐさ堂。あの会社、もう倒産寸前よ。そう、そのあなたが。潰しそうにした小さな会社よ。あら、 3ヶ月もあれば黒字に転換してみせる。口だけなら誰でもできる。あなた、1日だって。働いたことないくせに、なんでちぐさ堂を立て直すの？本当に3ヶ月で40億円稼げたら。この縁切り証書、すぐサインするわ。それに祖父がくれた財産も、すべて返すから。でも、もしできないなら、おとなしくしなさい。ちゃんちゃんユアンに嫁ぎなさい。よし、約束だ。弁護士も証人もいる。もし約束を破るなら容赦しないからな。もし彼女が本当にできたらどうする？あのちゃんちゃんユアンは、ずっと人を渡すか残金を払うか、どちらかを催促しているんだ。お母さん、安心してください。今のちぐさ堂は、至るところに落とし穴がある。彼女には資金も人脈もない、大した波風は立てられない。こんな短い時間で、本当に40億円も稼げるなら、私の陳という字を逆さまに書いてやる。どうしてまだ帰らないの？この家はあまり住んでいないから、引っ越してきてもいいよ。私は施しは受け取らない。じゃあ、僕と結婚するって選択肢もあるよ。施しもたまには悪くないかも。ただ、これだけは。わかってるだろ、約束はできない。でもな、もしついてきたいなら、ついてきてもいい。縛りはしない。結婚も自由、互いの必要に応じて。やっぱりこのプライドの高い変人、こんなの受け入れられるわけない。不平等条約だもの。嫌なら無理しなくていい。強要はしないから。離婚を成功させてくれたお礼に。ちぐさ堂の利益配分を多めに分けてあげるよ。誰が嫌だって言った？そっちに行く。それともこっち。今ならまだ。後悔できるよ。なんで後悔するの？願ってもないことだよ。前世ではあんなに純情ぶって何も知らないと思ってたのに。実践経験はないけど、夢に見たことはある。僕に忠誠を誓ってるの？そんなの通用しないよ。今回の後、また次がある。多分ある。じゃあ、今からどこに行くの？この私自身の事業を発展させに行くの。そうだ。聞くけど、私のペンダントはどうして？家をもトングのところにあるの？バイジ。あの夜、君のペンダントは体についていなかった。まさか、彼女が混乱に乗じて持ち去ったのか？彼女を暴きに行くの。彼女は今、君の特許を使って、風神民を立て直そうとしている。直接奪い返すのはつまらない。敵に油断させて。絶対の自信、これこそ次元を超えた圧倒だ。やっと落ち着いたあのニュース。どこのライバル社が流したのか菓子寿司の株価を。数日間もストップさせて。幸い私が表に出て研究チームをなだめた。彼らは私が菓子寿司で指揮を取っていることを知っている。指揮はもう落ち着いた。君がいてくれてよかった。それにバイジのやつは研究に夢中で。公の場には決して顔を出さない。この偽のペンダントを身につけていさえすれば。誰も私の身分を疑うことはない。23研究チームも安定した新薬発表会は予定通り進行中だうちの菓子寿司は。きっとこの難関を乗り越えられる。発表会は最重要事項なんのミスも許されない。そうだチングヤンは
ここ数日会社で残業してるけど彼女は騒ぎを起こしてないか？彼女はとっくに逃げ出したよ。逃げたってどういうこと？彼女ね、きっと会社に問題が起きたのを知って、巻き添えを恐れて逃げたんだ。この風緑の女どうやって追い出そうかと。思ってたけど今は私が手を下す必要もなさそうだ。樫塚は結局私のもの。ただ会社に問題が起きただけで彼女はもう待ちきれずに、私から離れようとする。ジングヤン姉さんあまりにも先が見えていない。私が表に出れば会社の株価は、必ず回復するって彼女は知らないのか。そうだ、この新薬が市場に出れば樫塚の時価総額は、上がるばかり。彼女がそれを知ったらきっと後悔で死にそうになる。後悔させてやれ、彼女みたいな。髪の毛は長いが目先しか見えない奴は。100億長者の奥様生活を享受する資格なんてない。そう発表会が開かれれば樫寿司の株価は上昇する。彼女はきっと実家からしょんぼりとやってきて私に和解を求める。樫塚を自由に行き来できると思っているのか、その時は。会うかどうかもわからない。少なくとも。持ち逃げした金を吐き出させなければ絶対に。家にいるわけにはいかない。ああ。彼女も5年間付き合ってくれたからな。誠意ある謝罪ならば。まだ考えてもいい彼女を私のそばに泊まらせてやること。お前たち。聞いたな、発表会の会場を。派手に飾り立てろ招待した。私を嘲笑った連中を全員呼べ、彼らに見せてやる。俺、樫塚明は、そんなに簡単には倒れない。影明、信じてるよ。発表会の日には、みんなが、君を刮目してみるはずだ。樫津社長、今回の研究開発でこれほどの成果を。今回はどんな関係ですか？記者。何かここまで続けさせたのですか？では、この薬の開発で一番感謝したいのは、奥様との間でときめくような、小さなエピソードは何か、例えば、僕へ、それをそうけたぐらいよ。家庭と仕事の間での選択は、樫寿司グループ、新薬発表会を目前に、業界関係者は評価。新薬発売後、樫寿司グループの株価は急騰すると。新たな業界トップが誕生する。明日特許が取れれば、これで安心だ。その時は、何でも望みを叶えてやる。影明、そんなこと言わないで、私だって。私たち家族3人のためだもの。新薬の研究に没頭してる間、会社の状況はどうだった？すべて順調よ。ただ、新鮮あかね、樫寿司が最近、ずっと私たちを狙ってて、取引先の、7、8社を全部奪い取られたの。それに、これを送りつけてきた。樫寿司新薬発表会。これは招待状じゃなくて、挑戦状だ。久しぶりに。挑戦者か、なかなか興奮するね。あ、そうだ、申請してた新薬の特許はどうなった？手続き中で、月末には取れます。よかった、うちの新薬もすぐ発売だ。もしもし。新生案、あと2個ぜ切ったな。あの4億、もう稼げたか？もし無理なら、潔く負けをしたためろ。急ぐなよ、月末の樫寿司の新薬発表会が終われば。うち星草堂の株価はそこから跳ね返る。子供の寝言だ、こんな短い時間で。どうやって逆転するんだ？早く諦めた方がいい。ゼニカの方も待ってるんだぞ。陳社長、それでは失礼します。お昼を持ってきたよ。全部好きなものばかり。母陽鉄、なんで今まで気づかなかったんだろう。君がこんなに内気で、実は私を心底愛してたなんて。前はクールなふりをしてたのに。今は偽りなく正直に接するよ。忙しい日々、いつ帰ってくるの？あのことは家でしかできないと思ってる？そうだ。研究室に置いてきた資料を取ってきて、樫寿司の新薬発表会で使うんだ。
ついに会場を荒らしに行くんだね。私を一番知ってるのはミューロングさんだ。今こそバイジの特許を取り戻す。シュンチングやん。特許庁に何しに来たの？実家に長くいたから。オモトングの真似をして。何か研究してるんじゃないの？沈下と賭けをして、2個せで4億稼ぐって聞いたよ。借金を抱えても結婚を維持するなら。今回は見逃してあげる。ついでに借金も帳消しにしてあげよう。あなたになんで返すの？小さな貸し寿司で？貸し寿司の株価は、もう落ち着いたよ。オモトングのおかげで上昇し続けてる。明日の発表会でさらに急騰する。貸し寿司は大金を投じたけど、身近な人に騙されて、破産するかもよ。ジングヤンお姉さん。私に嫉妬してるんでしょ。でも私の成果は。本物なんだから、どうして私をけなすの？オモトング。彼女を無視しなさい。どう思ってもいいよ。たとえバイジが貸し寿司を支えても、貸し寿司がそんなに威張れるわけないでしょ。威張れば威張るほど、雲の上から、地獄に落ちる時の味はより辛い。捨てられた女が私を疑うなんて。行こう。人民、株価が上昇し続けてるなら、もっと投資して上昇率を上げようか。でも前に何十億も投資したよ。考えてみて、もっと投資すれば。新薬が発売された時、他の人は2倍になるけど。私たちは3倍4倍になるんだ。どんな場面か。想像できる？その通りだ。チャンスは滅多にない。すぐに新薬プロジェクトに100億追加投資して。すぐに。どうしても彼女が私の成果を見て、シュンチングヤンが我慢できるとは思えない。今回の新薬開発が成功すれば、業界のトップは間違いなく貸し寿司だ。これは貸し寿司と破産のおかげです。私たち小さな株主も大儲けできました。お二人に乾杯しましょう。貸し寿司が今日あるのは、みんなが株を持ってくれたおかげです。お母さん。おばあちゃん。人民、また追加投資したって聞いたよ。100億円もね。どうして彼女の身分一つで？そんな大勝負に出られるの？万一貸し寿司にまた問題が起きたら、もう、尻拭いはできないよ。この死に損ないね、私をバカにするな。すぐにでも現状を分からせてやる。おばあちゃん、ご安心ください。私がこの目でオモトングが、新薬の特許を出したのを見ましたから、心配無用です。そうだよ、おばあちゃん。今日から私たち貸し付けは、さらに高い権力階級に入れる。その時はもしかしたら、ミューロング用も私を高く評価してくれるかも。そうすればうちの人友が、ミューロング家の奥様になる可能性も大いにある。そうなれば貸し寿司の、江代での地位は全く変わるよ、お母さん。ゆっくり幸せに暮らしてください。私たちの栄光を見て、チングヤン姉さん、後悔してるんじゃないかしら。きっと後悔しきりだよ。でももし彼女が謝ってきたら、席を用意してやってもいい？この目で見せてやる。私たち貸し津家がどんなありさまか。チングヤン、来ると思ってたよ。どうしたの？外で長く過ごして。やっぱりカシズ夫人の座が一番落ち着くって気づいた。明らかに和解を求めてきてるくせに。何を気取ってるの？うちの人民がチャンスをくれるのは、あなたの前世の徳のおかげよ。これからはおとなしく家でしっかり世話をして、変なことばかりしなければ私たち貸し津家は、まだあなたを受け入れてやれる。言い終わった？もういいよ、お母さん。おめでたい日に余計なことは言わないで。ジングヤン。あなたが謝れば、前のことは水に流してやる。あなたはまだ貸し塚の夫人だ。そうよ、ジングヤン姉さん。謝ってくれれば、私たち貸し津家はあなたを粗末にはしない。私たち貸し津家は結婚前に妊娠して、婚姻届も出してない人が私たち貸し津家を名乗るなんて。チングヤン。嫉妬にも限度ってものがあるわ。別に私が復縁を懇願してるわけじゃないんだから。これ以上無理を言うなら、カシズ夫人の座は、
二度と手にできないって覚悟しなさい。知らないんでしょ？この犬ですら欲しがらない地位を。とっくに貸し塚にお返ししたんだから。あなた。ご来賓の皆様、いよいよこの時が参りました。盛大な拍手で、貸し寿司集団総裁。風神民様のご挨拶をお迎えしましょう。いつまで強がっていられるか見ものだわ。見てよ、うちの人民。もうすぐ業界の新たなリーダーになるんだから。本日はご臨席賜り誠にありがとうございます。貸し寿司集団にとって、業界の歴史を塗り替える日となりました。特に梅治博士の特許使用許諾に感謝申し上げます。貸し寿司集団をかつてない高みへと導いてくださいました。成功したら何がしたいかと聞かれることがあります。私を見下し、去っていった連中に見せてやりたい。彼らがどれだけ間違っていたかをね。何か含みがあるわね。もしかして若夫人のことを言ってるの？聞くところによると、梅治博士の問題で、ずっと貸し寿司と対立してるらしいわ。あの女が、破産のように薬学を研究したいだなんて。2個瀬で4億稼ぐなんて言って。本当に笑わせるわね。この1年、貸し寿司集団は数百億を投じてきました。まさにこの瞬間を見届けるためです。さあ、皆様もご一緒に。この歴史的な瞬間をご覧ください。止めて。すぐ止めて。大変なことになった。知的財産局からの広告を受領。梅治博士が、貸し寿司に許諾したすべての医療特許を、本日正式に撤回。我々の工場が、徹夜で生産した薬はすべて廃棄物同然に。見せて。説明して。どういうことだ？何の理由もなく撤回するなんて。きっと誰かが操作ミスを本当に撤回してません。してない。当然知らないはずだ。だって、君は梅治なんかじゃないからな。何をデタラメ言ってるんだ。私が梅治じゃないなら、どうして使用許諾が取れたって言うんだ。このペンダントはどうして私の首にあるんだ。本当に棺桶を見るまで涙を流さないってやつだな。君が知ってるのは、ペンダントを手に入れ、梅治が預けた。特許を取得したことだけ。彼女の研究室に。これだけの資料があることは知らないだろう。ありえない。きっとオムトングが根を感じるために、でっち上げたんだ。あなたが彼女を病んで。これらのもの、全部梅治が直接私にくれたんだ。まさか、私も彼女を陥れる瞳だったっていうの。ありえない、ありえない。きっとあなたたちが私を騙そうとしてるんだよね。梅治はもう死んだ。やっと認めたね。でもね。一つ知らせてあげる。梅治は死んでないどころか。彼女は特許と権利を私たちちぐさ堂に譲ってくれたんだ。全部嘘だろ。あなたが私を騙してるんだ。全然梅治博士じゃない。あなたはずっと私を騙してた。違うんだ、人民、説明させて。何を説明するの？数十億円、全部パーだよ。じゃあ梅治がいるちぐさ堂。とんでもなく成功するんじゃないか。そうだよ。早くちぐさ堂の株を買おう。絶対儲かるよ。チンブヤン。ごめんなさい。私が目が節穴だった。全部彼女に騙されてたんだ。もう一度信じて。私たちやり直そう。特許を私にちょうだい。ここはまだあなたの家よ。まだ寝ぼけてるんじゃないの？私はもうあなたとは、何の関係もない。そんなわけない。私たち夫婦だよ。私たちとっくに離婚してる。私と関係を断ち切るために。そんなことまで言うんだね。どうやら本当に知らなかったみたい。おばあちゃんの誕生日のあの日、私たちはもう離婚してたの。ありえない。
私、全然離婚協議書に署名なんてしてないよ。人民、あの離婚協議書。お母さんがあなたの代わりに署名したの。何？ああ、人民よ。私だって署名したくなかった。全部あの子が、あの夜。ユーロン部長を連れてきて、離婚協議書に署名させたの。署名しなかったら、あなたの妹に手を出すって。あなたか。あなたがチングヤンを騙して私と離婚させたんだ。チングヤンは何年も私を愛してた。あなたが現れてから彼女は変わった。あなたが彼女をそそのかしたんだ。この世で、まだ私にこんな口の利き方をした者はいない。君はなかなか度胸がある。チングヤン、君はただ見ているだけか。私がいじめられているのに。私たちは夫婦なのに。私に不妊薬を飲ませた人間に、なぜ情けをかける必要がある？それに私たちの間には、とっくに愛情はない。私たちは何年も夫婦なのに、どうして愛情がないなんて言える？早く手を引けと言ったのに、聞かなかった。今になってこうなった。この女にここまでひどい目に遭わされた。あなたは、本当にがっかりだ。行こう。うん。陳社長、ジグサドーの株、今でも買えますか？すぐにお知らせします。次の計画は、うちの会社は、全面的に協力します。資金調達のルートも、すでに準備万端です。全部、私のものになるはずだった。全部、あなたのせいだ、イオモトング。あなたがチングヤンを追い出した。あなたが私に退路を立たせた。人民。私。それは、あなたを愛しすぎたからこそ、嘘をつく勇気があったんだ。愛？これがあなたの愛？何十億も騙し取って、私をみんなの前で顔向けできないようにして。ちょっと、人民、まず落ち着いて。彼女を殴りたいなら、母は反対しないけど。彼女は今、あなたの子供を身ごもっているのよ。あなた、絶対に私の大事な孫を傷つけてはいけないよ。もしあなたのお腹に私の子供がいなかったら、二度とあなたを見ない。皆さん、今日はまだ家の用事が残っています。また後日、お話しましょ家に帰って資産を清算する。う。うん。シュンチングやあなた。これ、どういう意味ですか？ちぐさ堂の時価総額1000億の大台を突破。もちろん、賭けの約束を果たしに来たんだよ。どうした？君たちの表情を見ると、約束を保護にする気か？あの賭けはもちろん無効だ。早くバイジと仲がいいと言ってくれれば、父さんがどうして、縁切りに同意するはずがない。つまり、あなたたちは縁切り状にサインするつもりはない？チングヤン、私たちはやっぱり、骨を折っても繋がっている。過去のことは、水に流そう。あなたは今成功したんだから、戻ってきてよ。弟を助けてくれよ。あの太った水は他人の他を流さないじゃないか。ああ、そうだ。この新書は君が帰ってきてもいい。弟の会社の管理を手伝ってくれます。悪いですか？終わったのか、それはまだ何をしているのか。掘る。おい、私を止めてくれ。私はあなたのお父さんですね。この家を動かすんです。私から足を踏み入れない限り。まだ勇気がありますね。手を柔らかくしないでください。掘る。あら。あなたじゃない、何してるの？ああ、鎮火の番人が街でズボンをおしっこするというニュース。クリック率は低くないでしょう。紙を出さないでください。サインしてもいいですか？これは話のようですね。
どうしてサインしたくないですか？やっと手に入れた。この家は解体したくなければ。2億割引も可能。シェンチングや。寸法を入れないでください。お金はもう渡しました。家が欲しいですね。シェンじいさんの遺産にははっきりと書かれている。この家は、ともとチングヤンに残したものです。いいと言ったのは、部返しても1ミリも足りない。それとも、あなたはあなたの手足で借金を返済したいです。私もあなたを完成させることができます。来ないでよ来ないで。息子さん息子さん。息子。これっぽっち出世。何してるの？この別荘を取り壊したくないのではないか。それは彼の小さな金庫で到着します。この資産も穴を埋めるには足りないよ。彼の城塞に残っている2つのバーを使います。この穴を埋めましょう。シェンチングヤン、あなたは本当に絶刀を食べますか？当てた。わかりました。皆さんはそれぞれ大丈夫ですか？あら。この親不孝女よ。ああ、すぐに来ますね。準備ができています。これ。ジグサドーが1000億の大台を突破したお祝いに、こっそり準備したんだ。どう？びっくりした。すごい、凝ってるね。さあさあ、こっちに座って。それだけじゃない、君たちに。特大サプライズを用意した。絶対気に入るよ。入って。あんたたち、これは。陳社長、初陣から大勝利おめでとう。ジグサドーの今後が、順風満帆で大儲けできますように。これってどういうこと？陳社長、ご無沙汰してますね。大儲けしたみたいだ。今日はご機嫌だね。陳社長、一緒に踊りませんか？そう、踊りましょう。さあさあ。陳社長。お客様、酔ってますよ。休憩室へお連れしましょやめなさい。彼はそういうの嫌いなんだ。彼は私のもの、誰も触らせない。今、あなた。なんて言った？言ったよ。あなたは私のもの、誰も触らせない。わかった？他の人と言っちゃダメ。じゃあ、あなたも他の男と遊ばないで。それってやきもち？まだわからないの。彼らと遊ばないでって言うなら、一つ願いがあるの、それを叶えてくれたら、彼らを置いてあなたと言ってもいい。どんな願い？こいつ、犬みたいだな。まだ昨夜のことを思い返してるの。ただ、かつての高根の花が私のために、ここまでしてくれるなんて。ミューロングチェ、私のこと好きすぎじゃない？そう、
大好きなんだ。シュンチングやん。これから私があなたを満足させられれば、他の人を探さなくてもよくなる。昨夜のあなたのパフォーマンスは確かに見事だった。でも、弱水3001票だけじゃ物足りない。ミューロングチェ、あなたは自由よ。私一本に縛られないで。それなら。昨日、なんで私が他の人に触られるのをそんなに気にしてたの？彼はそういうの嫌いなんだ。酒は本心を吐く。まさか、本当に彼に独占欲を持ってるなんて。認めたくない。彼に弱みを握られたらどうしよう。だって君は絶世の美女だし、まだ十分に楽しんでいないんだから。なんで他人に譲る必要があるの？つまり、私が君を喜ばせられるって認めたんだね。そんなに嬉しいことなの？君が喜べば、もっとたくさん要求できるからね。明日の江代の晩餐会、私のパートナーになって。五葉鉄、江代で誰も知らないわけがない。女に興味がないのに、私を選ぶなんて。世論で私を縛りたいんでしょ。なかなか策士ね。ただ、昨日の夜の私のパフォーマンスを考慮に入れて、手伝ってほしいだけだよ。やめてよ、五葉鉄が手を振れば。お嬢様たちがここから木浦へまで並ぶんだから。私は付き合わないわ。もし、君がずっと欲しがっていたもぐさ肩を掛け金にするなら。何？もぐさ肩があなたのところにあるの？もぐさ肩は主催者のプライベートコレクションだ。君が私のパートナーとして出席すれば、本物を見せてあげる。それほど難しくはない。もぐさ肩には実験した薬の処方が載っている。漢方医にとっては、常識を覆すようなものだ。付き合わないって言ったじゃない。欲しいなら態度で示してよ。あなたってひどいわね。影明、接待お疲れ様。泡がゆを飲んで胃を楽にして。泡がゆ、泡がゆ。あなたは一日中泡がゆを作る以外に何ができるの？あの子は以前私にとてもよくしてくれたのに。どうして私は彼女を失ってしまったんだろう。カシス社長、明日の業界晩餐会の招待状です。噂では陳さんも出席されるそうです。陳清安もいるのか。もし私が宴会で彼女に謝って和解を申し出たら、もしかしたら彼女は許してくれるかもしれない。言って、あの限定品の。影のルビーネックレスを持ってきて、明日の晩餐会に持っていく。この宝石、私のために用意してくれたの？はい。影明、あのルビーのネックレス。私にくれるの？私にそんなに優しくしてくれるなんて思わなかった。私たちが今こんな状態なのに、あなたがまだ。君にじゃない。妊娠中だろう。そんなに薄着で。風邪ひかないで。影明、私が嫌いになったの？今妊娠して体型が崩れたから。後悔してるの？資料をやらなかったことを後悔しても、でしょ？考えすぎだよ。散歩に行ってくる。不人民。夜遅くに何騒いでるの？お母さん。人民は、ジェンジーエにネックレスを送って復縁を求めるつもりなの？どうしてあんなことできるの？男が仕事に夢中なのは普通でしょ？今はただそういうことに集中しなさい。余計なことは考えないで。でもって何よ。周りはみんな、兄貴が鳳凰を捨てて、山鳥を拾ってきたって言ってるの。自分で見てごらん。ジェンジーエは今、順風満帆よ。
無論ジェが、彼女を晩餐会に連れて行くんだって。あんたがトラブルを起こさなければ。今、彼のそばにいるのは私のはずなのに。晩餐会。じゃあ、不人民のルビーは、彼女へのものなの？このシェンジンエンって女、無論ジェと一緒なのに。まだ私の男を誘惑するなんて。無論ジェのそばに、立てないなんて誰が言った？フケは今そんな状態なのに、私なんか見向きもしないでしょ。方法はもちろんあるわ。ただ、あなたたちに勇気があるかどうかね。お母さん、これ本当にうまくいくの？どうしてダメなの？あのシェジエンだって、誰もいらないお下がりなのに。無論ジェを誘惑できたんだから。うちの UL はこんなに綺麗に育ってるんだから。どうして無論ジェの奥様になれないの？無論ジェ家は家風が厳しく、評判をとても重んじるの。その時、この件を大きく騒ぎ立てさえすれば、無論ジェ家に嫁ぐのは、たやすいことじゃない。でも、もし、バレたらどうしよう。あらあら、心配しないで。もうホテルのマネージャーに話をつけてあるから。部屋に入ってきたのは、新人園だってことにして、無論チェの同伴者だって。ホテルのマネージャーが保証してくれたわ、チェックには来ないって。安心してここで待ってなさいよ。晩餐会が終わって、無論チェが上がってきたら、ベッドの上の美人を見て、彼が我慢できると思う。あらあら。あちぇ。公共の場に女連れで来るなんて初めてだね。まさか彼女？早く紹介してよ。紹介するね。こちらはちぐさ堂の総裁。シェン・チンエン。これからビジネスがあれば、よろしく頼むよ。ちぐさ堂の新たなトップ、チンさんか。無論、やるじゃん。こっそり大きなことしてたんだね。あら、チンさんなんてよそよそしいよ。もうすぐお姉さんって呼ぶんじゃない？無論チェ、絶対わざとだろ。私の願い、少しは叶えてよ。ねえお姉さん、どうして笑わないの？そうだよベイビー、どうして笑わないの？もぐさ書のため我慢する。ダーリン、とっても嬉しそうに笑ってるよ。鉄ケーキとお姉さん、仲が本当にいいね。羨ましいよ。ジンミン、中に入ろう。触らないで。ジンミン。チンエン、少し話せる？ダメ。彼氏が嫉妬するから。話があるなら、ここで言って。わかった。ここで言うよ、シェンチンエン。後悔してる。やり直そうよ。ジンミン。前に言え、シュートもそんなに愛してたじゃない。彼女のために私に薬を飲ませて、軍の子供を産めなくさせた。生きたまま、私を精神病に追い込んだ。まだ半年しか経ってないのに、もう後悔してるの？薬の件は俺が悪かった。俺はシュートンが好きだと思ってた。だから君に俺の子供を産んでほしくなかった。でも今はっきりした。好きなのは君だ。君と子供を作りたい。何人産んでもいい。俺が協力する。軍が戻ってきてくれさえすれば、1000倍。いや、100倍も軍に尽くす。誓う。この言葉は全部本当だ。少しでも嘘があれば、この風神民、子孫が絶えるように。元の私は彼に200キロのデブにさせられ、精神病院に閉じ込められても、彼は一別もしなかった。今は痩せて、美しくなって、金もある。やっと後悔したんだ。君が赤が一番好きだったはずだ。これは君に、用意したプレゼントだ。カルティエの新作ネックレス。気に入るか見てみて。ただの石ころじゃないか。この体に与えたすべての傷を、帳消しにできると思ってるのか。風神に、もうあなたのことなんて愛してない。前を向いて生きて。ちょっと疲れたから、先に休みに行くね。待って。チングヤン、男が好きだって言ったよね。男モデルが好きだって。また何を言い出すの？君のためなら遊んであげるよ。俺、あの男モデルたちに負けないから。あなた、風神民、俺と遊んでよ。知ってる？今のあなた、何に見えるか。尻尾を振って哀れむ犬みたい。残念だけど、俺の周りには犬はたくさんいるし、ましてや、人を噛む犬なんて飼わない。シュンチングヤン、ここまで頼んでるのに、まだ俺を恥ずかしめたいのか。カシズさん。本当に感謝してるよ。この、名ばかりの結婚から抜け出せて、俺とチングヤンを成就させてくれた。
ニューロングチェ。喜ぶのはまだ早いよ。シュンチングヤンはただ、あなたの家柄を利用して力で這い上がろうとしてるだけ。じゃあ、どうしてあなたの家柄を利用しないんだろう。ああ、忘れてた。カシズか。今はもう頼りにならないからね。彼女が俺を利用するのは光栄だ。俺の先祖たちが築き上げたこの基盤に感謝しなきゃ。彼女が俺に目をつけてくれたんだから。何度も言ったでしょ、シンさん。ニューロング様のお部屋では、誰も邪魔をしてはいけない。わかった？はい、はい、わかりました。シュンチングヤン、俺からは逃げ回って、平気で、ニューロングチェの部屋に通うなんて、そんなに彼が好きなのか。柔らかくダメなら、強引に行くしかない。よし。どんな手段を使っても、ニューロングチェの家の入り口を塞げ。誰も入ってはいけません。はい。鎮西ツバメ。これはあなたが私を追い詰めたからです。影明も本当に、人生ツバメにも見捨てられて、まだしつこく寄り添っている女道さん。男の性分ってこういうものなんです。おおらかになって怒らないで。お腹の赤ちゃんに良くないから。ああ、母用鉄もうすぐ上がってくるよ。準備して私たちも出番だ。今度こそ、絶対に人生ツバメを大失敗させてやる。彼、さっきなんて言ったの？ヒュウソネコを噛むような言葉だけど安心して。彼に私を追い出す力はない。休みに上がるんじゃなかったの。またそんなこと言って。私が出て行ったらみんなにバレちゃう。これからどうやって遊ぶの？とにかく私の独身キャラを壊した。だから、代償として今すぐ百層肩を見せて。いいけど物は上にあるよ。じゃあ何を待ってるの？早く上がろう。今はこうやって引っ張り合うのが、自分のキャラを壊すとは思わないの。行こう。どうしたの？最悪だカシズ影明の手が。あのもぐさ方は、まさかあなたの部屋にあるんじゃないでしょうね。もちろん違うよ。じゃあ直接私の部屋に行こうか。今夜は徹夜で拝読するよ。どうしてまだ来ないの？宴会もそろそろ終わる時間なのに。どうしてノックしないの？あれどうして開かないのあれ。中のお嬢さん無駄だよ。誰ですか？お嬢さんがお伝わしになった方ですか？お嬢さんは今日は来られません。お嬢さん。諦めてください。どういう意味ですか？少々お待ちください。誰かがお尋ねします。あなたは中でゆっくりお待ちください。やばいやばい。まさか人生つまみに巻いたんじゃないでしょうね。私を迎えに来た人を送ってきたんだね。ああ、どうしよう。中にいますか？あらあら。中にいますか？はい。はい。シュンチングヤン。以前は私がダメで君に触れたくなかった。でも今夜から誓う。もう以前のようにはしない。チングヤン。誰だ？私をいじめるからだ。ぶっ殺す。私をいじめるからだ。やめて。私をいじめるから、今日はお前をぶちのめさないと。子孫が絶えるまで、私の名前はカシズじゃない。
何ページ目？うるさい。入ってから今まで、君は私を一別すらしていない。見たよ。じゃあ今、私が着ている服の色は何色？黒。今着ているのは紺色だよ。紺色。見ないでくれない。私を見て。何をするつもり？参加したいんだ。本気か？うん。本当にこうするの？もちろん動かないで。痛い。痛いのが正解。少し我慢して。君のここの経絡がひどく詰まっている。普段からよくのぼせてるんじゃない？今は下がった。それでいい。どうだ、今は。すっきりした感じがするだろ？うん。でも今のこの姿勢、ちょっと辛い。一つのことに集中しすぎるなよ、白博士。胸が苦しくて痛い。治せる。男は頭の中がそればかり。直すべきだ。どうしたの？前は毎日私をからかって、調子に乗ってたのに、たった半年で、プラトニックになっちゃった。私がプラトニックかどうか、君が一番よく知ってるだろ？あなた。君は私の進歩を妨げた。10分間の罰だ。この壺。あと10分で自動的に解けるから、あなたは、しっかり反省しなさい。私が何を反省するの？あら。中から物音がする。きっとうまくいったわ。後で。私たちはすぐに突入して、騒ぎは大きければ大きいほどいい。うん。シュンチングヤンが気づいたら、ミューロン口が彼女を裏切ったことを、きっと心がズタズタになるわ。ふん。これでどうやって高嶺の花に手を伸ばすつもりかしら。アラチングヤン姉、まさか。ミューロングさんを探しに来たんじゃないでしょうね。残念だけど。もしミューロングチェがどこにいるか知ったら、きっと悲しみで倒れちゃうんじゃない？あらまあ。なぜ私は悲しまなきゃいけないの？知らないの？あなたの重い人は、今、他の女の優しい懐で夢うつつに酔いしれてるのよ。ミューロングチェが中にいるっていうの？ええ、そうよ。正直に言うわ。私はもう記者を呼んだの、ドアが開いたら。みんなが見られるわ。あら、このミューロング家は花風が厳しいのに。もし撮影されて、このミューロング家の御曹司が、他の女の部屋から出てくるところを、あなたはどう思う？まだミューロング夫人になれると思う。まず第一に、私は誰かの夫人になることには興味ないし、第二に、ミューロングチェは中にいないわ。ふん、強がり言ってるだけよ。現実から目を背けてるんでしょ。もちろん言うわ。どうしてあなたがここに？じゃあ中にいるのは誰？あら UER。大丈夫？ UER。あのクソ野郎は？安心して、お母さん。私、とっくに知ってたの。これはシュンチングヤンの仕掛けた罠だって。だからこの悪党が入ってきたら、すぐに叩きのめしたの。ああ、よかった無事で。お母さん、びっくりしたわ。ああ。知恵、こんな手合いが私の娘に手を出そうだなんて、ふん。シュンチングヤン。よくも人友を害そうとする人間を雇ったわね。一体どういうつもり？私にそんな暇はないわよ。ふん、認めないの？よし。奴の急所を思いっきりぶん殴れ。真実を言うまでな。やめて。この親の顔も見たくないような奴ね。こんな卑劣なことをしやがって、今日はお前の母親の代わりに、こいつを懲らしめてやる。やめて。ソング自慢。この人、本当に誰だかわからないの？
こんな卑劣な人品知るわけないでしょ。やめて。違うわ、お母さん。この人の靴、なんだか。人民の人民。どうしてここに？なんであなたなの？ああ。人民。どうしてあなたなの？人民。先生。早く医者を呼んで。人民。風神民さんのご家族。私です、先生。息子はどうなの？院長が救急処置をしていますが、患者の下半身に強い衝撃を受け、断裂の危険があります。もし2時間以内に、筋針釣り名の手法で手術できれば、まだ保てるかもしれません。さもなければ、全摘出手術しかありません。命は助かりますが、永遠に生殖能力を失います。全摘？じゃあ私のこれからの幸せ、全部台なし？筋針釣り名？それって何？長く失われた新旧の手法です。私の知る限り、エジオ全体でそれをできるのはたった一人。それは伝説の名医、バイジ。ですが、彼女の居場所は定かではなく、滅多に手を下しません。バイジを知っているのは、彼女だけ。シュンチングヤン、あなた、バイジを知ってるでしょ？彼女はどこ？これが人に頼む態度？あなた、お母さん、彼女に頼まないで。自分たちで調べるわ。どうぞ。でも2人に忠告しておく。残り2時間よ。間に合うと思う。お願いします。教えてください。バイジはどこ？条件は何でも言って。3000万。金と名前を同時に。3000万？これって火事場泥棒よ。高い。じゃあいいわ。だってあそこに寝てる人。私たちと何の関係もないんだから。行きましょ待って。払う。でも今、口座にそんなお金ないの。こうして。これは私が貸し塚に嫁ぐ時の嫁入り道具。ローコーハリッシュで800万の価値はあるわ。これはカルティエの限定モデル300万で買ったの。ネックレスを外しなさい。母さん、早く外して。あれは兄貴の命よ。このネックレス150万円相当よ。あげる。これ全部合わせたら軽く1000万円は超えるわ。残りは借用書を書くから。安心して家財を全部売り払っても必ず揃えて返すから。仕方ないわね。損してるけど受け取るわ。さあ、バイジがどこにいるか教えて。よし、金をもらったからには仕事をしなきゃね。教えてあげる。バイジの本名はね、このシュンチングヤンよ。ふざけないで。頭おかしいんじゃない？あなたがバイジのあげないでしょ。味は泥棒よ。味のものを出さんかって。今度は兄貴を害そうっての？どうやら、善意をまるで悪意としか思えないみたいね。なぜミューロングジェも彼女の味方なの？まさか、ミューロングさん。シュンチングヤンと仲がいいのは知ってるけど、これは人命に関わる大事よ。どうして彼女と一緒にふざけてるの？そうよ。あなたたちはグルなのね。二人の言うこと。一言も信じられない。信じるか信じないかはあなた次第。でも今あなたの息子を救えるのは、私だけよ。絶対に入らせない。あなたこそ厄介者よ。私の息子をこんな目に合わせて、今度はとどめを刺そうっての？こんな卑劣な手段を使うのは、あなたたちでしょ。人をこんなに蹴りつけたのもあなたでしょ。イエオモトングのせいよ。あの女がこんなバカな方法を考え出さなきゃ、私が兄貴に手を出すわけないでしょ。そう、あの女が悪い。私のせい。蹴ったのはあなたよ。あなたが悪い。あなたがいなきゃ、私が。ミューロングジェの部屋に入るわけない。あなたがうちに来てから、うちはろくなことが起きてない。今命令するわ。すぐにバイジを探し出しなさい。さもないと容赦しないから。何言ってるの、風神優。あなたがガマガエルのくせに白鳥を食べたかって、ミューロングジェを害そうとしたからよ。でなきゃ、私がこんな愚かな考えを思いつくわけない。誰がガマガエルだって？ああ、お腹が痛い。ああ。あらあら、私の孫よ風神優。どうして自分の甥に手をあげるの？誰か来て。先生、どうか私の大切な孫を助けてください。彼女を起こしなさい。
本当に私は不運だわ。不自由言っておくけど、あの子に何かあったら絶対に許さないから。まだバイジ博士は見つかっていないの？私は今危険な状態です。すぐに決断しなければなりません。私がバイジです。でも彼女たちはどうしても中に入れてくれないんです。あなたがバイジなの？私はあなたとミスと性能力の取引があります。彼は私を知っています。それではどうぞお入りください。ダメ、これはダメ。彼女はただの精神病患者です。それに私の息子の赤でもあります。彼女を中に入れて息子に復讐させるわけにはいきません。私が入らなければ、あなたの息子は宦官になりますよ。私は兄が宦官になるリスクを冒してでも、あなたを中に入れて兄を傷つけさせるわけにはいきません。いいわよ。それはあなたが言ったことね。もし後で何かあったとしても、私には関係ないから。患者は今危険な状態です。もしどうしてもバイジ博士が見つからないなら、今すぐ全摘出手術を行う必要があります。さもなければ命さえ保てません。これは手術の同意書です。私はただの女です。こんな重大な決断はできません。お母さん、もうサインしなければ、兄さんの命は危ないかもしれません。それにイオモトングのお腹の中には、もう赤ちゃんがいるんです。あなたの言う通りです。たとえ人民が不妊になっても、今の貸し塚には、後継ぎがいます。よし、サインします。先生、息子の手術はどうでしたか？手術は成功しました。患者は危険を脱しました。残念です。もしバイジ博士を招くことができていたら、事態はここまで発展しなかったでしょう。これからは、患者の感情にもっと注意してください。全部主人公のせいです。ずっとバイジのふりをして時間を無駄にしたから、息子をこんな状態にしてしまったんです。陳さん、どうしてここにいるの？第一人者。来たのにどうして中に入らないの？もっと早く近親小血の手を使っていれば、この患者は切断しなくて済んだのに。仕方なかったんです。彼女たちがどうしても入れてくれないから。あなたたちは知らないの？陳さんの名を知らないの？この春鎮具案は私たち業界では、認められた金針の聖種、真意の大事ですよ。絵師を全域を見渡しても、あなたの息子さんの生殖機能を守れるのは彼女だけです。まさか彼女がただの主婦じゃないの？主婦。陳さんこそがバイジ博士です。これは医療界全体が認めている事実です。貸塚の奥様としてご存知なかったとは。あなた、本当にバイジなの？だから言ったでしょ。信じてもらえなくて。バイジ博士。私が悪いんだ、お兄様を。生殖能力を失わせ、命の根を絶ってしまった。全部私のせいだ。お母さん。私が悪いんだ。まさか本当だったなんて。もし私が彼女を手術室に入れていたら、息子はこんなことにはならなかった。ご家族様、おめでとうございます。男の子です。母子ともに健康です。お母さん、落ち着いて。聞こえました？看護師さんが。イオモトングが産んだのは男の子だって。男の子よ。男の子でよかったわ。ああ。でないと、お兄様が目を覚ましたら、きっと私をひどく叱るわ。また新しい見せ場ができたわね。オモトングちゃん。あなたが貸塚のために子孫を残してくれた大功人よ。お義母さん、これも私の務めです。お産の養生が終わったら、あなたと人民に婚姻届を出させます。盛大に式を挙げましょう。ありがとう、お母さん。春鎮具やん、今度も私の勝ちね。子供を産んだくらいで、そんなに調子に乗って。病んでるんでしょ？そうね、あなたは産めないものね。当然、他人の幸せを素直に見られないわ。私は退屈しのぎに子供を産みたいなんて思わないわ。春鎮具やん、そんなこと言って。ミューロング家があなたを許さなくてもいいの？彼女が私と結婚したいかどうかはさておき、仮に結婚したとしても、どちらがどちらを許さないか、見ものだわ。その言葉、とても気に入ったわ。気に入ってくれた。じゃあ、これからもたくさんいるわ。あら、人民、手術はどうだった？お母さん、もう顔向けできない。何を言ってるの？今を大切に生きればいいのよ。ほら、オモトングがあなたにでっかい赤ちゃんを産んでくれた。そうです、カシズさん。奥様が、健康な男の子を出産されました。3.6 キロです。人民。私たちは、期待を裏切らなかったわ。赤ちゃんは元気よ、人民。他人の目なんて気にしないで、あの人たちは。子供が欲しくても授からないんだから、ただの闇よ。あなたとオモトングに子供ができたんだから。早く見て、あなたの身の子よ。見せて。イオモトング、これがあなたが産んだ子供か。どうしたの？
まさか子供が不細工すぎた。新生児は皆こんなものよ。数日すれば顔立ちが整うわ。子供っぽいこと言わないで。これ、どうして黒人なんだ。前から言ってたでしょ、この子の肌は少し特殊だって。残念だけど、誰も信じてくれなかった。まさか人を間違えたのか。あの頃遊びすぎたけど、でも子供まで産んだのに。今となっては、風化にしがみつくしかない。さもなければ。私とこの子は、路頭に迷うしかない。説明してくれ。人民違うわ。この子はあなたの子よ。赤ちゃんは新生児横断で肌色が濃くなるのは普通よ。数日すれば白くなるから。バカだと思ってるの？黄色と黒の区別もつかないと。色の問題じゃない。人種の問題だ。うちの先祖代踊り児、江代の人間だ。どこに黒人の血が混じってるって言うんだ。看護師さん、うちのこと取り替えたんじゃないの？絶対にうちのこと取り替えたんでしょ？そうよね。産婦さん落ち着いて、今日の当院では、あなたお一人だけの出産です。間違いようがないわ。じゃあ、遺伝子突然変異ね。そう。遺伝子突然変異。帝王切開で産んだのに頭まで取られちゃったの？イエオモトング、このアバズレ。俺に浮気しやがって。いいえ。その野郎は誰だ？風人民。どうして私にそんなことするの？子供を産んだばかりなのに私を殴るの？あなたが不妊なのを嫌がってないだけでも十分よ。それなのにあなたが私を嫌がるの？まあそうね。どうせあなたももう産めないんだし。だったら、このハーフちゃんを連れて自分で育てたら、将来年取った時に面倒を見てくれる人がいなくなるようにました。でもね、今日は彼の母親を殴った。明日は、彼があなたの人工呼吸器を抜きに来るかもよ。この恥知らずな女。息子はあんたにそんなによくしてたのに。よくもそんな浮気子を妊娠して結婚詐欺しようってんだ。このクソババアが。話しなさいよ。話せ。今日こそこのクズ女をぶっ殺してやる。何が清楚な女だ。ただの誰にでも寝るバイタだろうが。このクソババア、話しなさいってば。誰のこと言ってるんだよ。私がそんなに硬かったら、あんたの息子とイチャイチャなんてできっこないでしょ。あんただって、そんなに硬かったら、息子も娘も生まれてこなかったはずだろ。あんただって、ベッドに潜り込んだからこそ、貸し塚に嫁れたんじゃないの。何が低粛な女のふりしてるのよ、あんた。ぶっ殺してやる。やめてよ、聞いてよ。これが因果応報だわ。誰があんたの息子に純人間に薬を漏らせたと思ってるの？ほら見ろ、自業自得だ。80続いた一子相伝だって？子孫絶やしの運命よ。自業自得だわ。あんたの口を引き裂いてやる。もういい、もういい。騒ぎにあったし、私たちは帰るわ。これは、夢なの。夢でもない。あなたはシュンチングヤン？私、バイジよ。ありがとう。ありがとう。でも、私を恨むべきじゃない？あなたの体を乗っ取ったんだから。私は小さい頃からずっとみんなに気に入られようとしてた。それでも鎮火には金のなる木として扱われて、貸塚にはただの家政婦として扱われた。悔しくていつも思ってた。誰かが私の代わりに怒りを晴らしてくれたらって。幸い、あなたに出会えた。離婚して鎮火と縁を切り、ちぐさ道を大きくする。どれも私がやりたくてもできなかったこと。全部あなたが代わりにやってくれた。私がやったのはあなたのためじゃない。自分のためよ。だからこそ、分かったの。シュンチングヤンの人生にも、こんなにたくさんの可能性があったって。これで私の執念も、やっと晴らせる。あなた、行っちゃうの？私は別の世界で、ちゃんと自分を愛するの。これからもあなたは、自由に生き続けてね。そんなこと言われなくても。でもたまには素直になってもいいのよ。だって、そばにいる。ミューロングさん、なかなかいい人だし。ああ。ミューロングチェ、話して。もう少し寝かせて。首が絞められて息ができないよ。これは、おばあちゃんが送ってくれたの。朝、使用人が持ってきた。チングヤンちゃん貸し付けの事件以来。おばあちゃんは完全に悟ったの。今は世界一周の10番目の目的地にいるわ。あなたもぜひ来てね。行きたくないでしょ。当ててみて。
チングヤン姉私たちよ久しぶり。会いたかったよもうこんなに経ってるのに。どうしてまだ遊びに来ないの私たちのどこか。悪いところでもあるの。もちろん違うよ。あらこれ。まだ説明してるの私が切らなかったら。また魂を抜かれてたでしょ。あのね、以前はビジネスがどんどん拡大してて。彼らを冷たくしちゃったんだ今は、進化とちぐさどうも。軌道に乗ったし、少しリラックスしてもいいんじゃない？わかった。いいね。あら何してるの？どうやら私がリラックスしすぎてあなたに時間を作らせてあの女たちと遊ばせてたみたいね。え、待って待って。誰が本当にリラックスしてあげるべきかね。あ、待って。やっぱり彼らに会いに行きたかったんだ。さっきは嘘ついたの。